こんにちは、ツインレイルームへようこそ。今日のテーマはツインレイのサイレント期間と他の異性と題して、ツインレイのサイレント期間に焦点を当て、その間に他の異性との関係について探っていきます。ツインレイの旅はしばしば挑戦的であり、この期間には多くの感情が交錯します。他の異性との関わりがどのように影響を与えるのか、そしてその関係をどのように理解し、処理するべきかを見ていきましょう。ツインレイのサイレント期間とは、ツインレイのサイレント期間は、多くのツインレイカップルが経験する、互いにコミュニケーションを断つ時期を指します。これはツインレイの旅における重要な段階であり、両者が個々に成長し、内なる課題に取り組むための時間です。サイレント期間の特徴。コミュニケーションの断絶。一方または両方のツインレイが突然連絡を絶つことがあり、相手からの返事がなくなる場合もあります。これにより、寂しさや不安が増すことがありますが、この断絶はしばしば必要な成長の一環とされています。内面的な成長。サイレント期間中は、自己反省や自己発見が促進される時期です。多くのツインレイがこの期間に内なる課題に直面し、それを克服するために努力します。これには、過去のトラウマの癒しや、自己価値の再確認が含まれます。感情の揺れ動き。サイレント期間は感情的なローラーコースターのようなものです。寂しさ、怒り、悲しみ、希望など、様々な感情が交錯します。この感情の揺れ動きは、個々の成長のプロセスに不可欠な部分です。サイレント期間の意義。ツインレイのサイレント期間は、一見すると否定的な経験のように感じられるかもしれませんが、実際には大きな意義を持っています。この期間を通じて、以下のような成長が促されます。自己発見と内省。サイレント期間は、自己発見と内省のための貴重な時間です。個々のツインレイが自分自身の内なる真実に向き合い、成長するための機会を提供します。魂の浄化。サイレント期間中に発生する感情の浄化は、魂の成長にとって不可欠です。過去の傷や未解決の感情を癒すことで、より高い次元の関係を築くための準備が整います。エネルギーバランスの回復。ツインレイの関係はしばしば強烈なエネルギー交流を伴います。この期間を通じて、個々のエネルギーバランスを回復し、再び統合する準備が整います。サイレント期間中の他の異性との関係。サイレント期間中に他の異性との関係が浮上することがあります。これはツインレイの旅の一部であり、学びや成長の機会と捉えることが重要です。他の異性との関係の影響。感情的な支え。サイレント期間中、他の異性との関係が感情的な支えとなることがあります。新しい友人やパートナーが孤独感や寂しさを和らげてくれる場合があります。この支えは一時的なものであり、最終的にはツインレイとの関係を再構築するための力となることが多いです。成長の促進。他の異性との関係を通じて自分自身をより深く理解し、成長する機会を得ることがあります。これにより、最終的にツインレイとの関係がより強固になることもあります。他の異性との関係を通じて得た学びが、ツインレイとの再会に向けた準備となることが多いです。誤解と葛藤。他の異性との関係が誤解や葛藤を引き起こすこともあります。ツインレイとの関係に対する忠誠心やコミットメントに疑問を感じることがあるかもしれません。しかし、これらの誤解や葛藤を乗り越えることで、より深い理解と成長が得られます。他の異性との関係をどう見るべきか。他の異性との関係をどのように見るかは、個々のツインレイの状況や価値観によります。以下にいくつかの視点を紹介します。自己愛と成長の機会として捉える。自己愛の育成。他の異性との関係を通じて、自己愛を育むことができます。自分自身の価値を再確認し、自己肯定感を高めるための経験として捉えることができます。自己愛が深まることで、
ツインレイとの関係もより健全になります。成長の道、他の異性との関係が新たな視点や学びを提供してくれることがあります。これにより、ツインレイとの関係における課題をより効果的に乗り越えるための知恵やスキルを得ることができます。異なる人々との関わりが新たな洞察をもたらし、自己成長を促進します。試練と課題として捉える。忠誠心の試練、他の異性との関係は、ツインレイに対する忠誠心やコミットメントを試される時期でもあります。この試練を通じて、真の愛の強さを確認することができます。忠誠心が試されることで、関係の本質が明らかになることが多いです。内面的な課題、他の異性との関係を通じて、内面的な課題や恐れが浮き彫りになることがあります。これにより、自分自身と向き合い、成長する機会を得ることができます。内面的な課題を克服することで、より強固なツインレイの関係を築く準備が整います。サイレント期間を乗り越えるためのステップ。サイレント期間を乗り越えるためには、いくつかのステップがあります。これらのステップは、ツインレイの旅をよりスムーズに進めるためのガイドラインとなります。自己反省と内省。内なる声に耳を傾ける。サイレント期間中は、自分自身の内なる声に耳を傾けることが重要です。瞑想やジャーナリングを通じて、自己反省と内省の時間を持つことが役立ちます。内なる声に耳を傾けることで、自分自身の真の感情やニーズを理解することができます。感情の自由。自分の感情を否定せず、受け入れることが大切です。寂しさや悲しみを感じることは自然なことであり、その感情を受け入れることで癒しが進みます。感情を受け入れることで、内なる平和とバランスを取り戻すことができます。他の異性との関係のバランス。境界線の設定。他の異性との関係においては、健全な境界線を設定することが重要です。自分の感情や価値観を尊重し、無理のない関係を築くことを心がけましょう。境界線を設定することで、自己保護と内なるバランスを保つことができます。透明性と誠実さ。他の異性との関係においては、透明性と誠実さを持つことが大切です。自分の状況や感情を正直に伝えることで、誤解や葛藤を防ぐことができます。透明性と誠実さを持つことで、関係がより健全でバランスの取れたものになります。自己成長の継続、学びの追求。サイレント期間中は、自己成長を続けるために、新しい知識やスキルを学ぶことが重要です。自己啓発の本やワークショップを活用し、自分自身を磨くことに努めましょう。学びの追求がツインレイとの関係においても役立つことが多いです。スピリチュアルな実践、瞑想、ヨガ、エネルギーワークなどのスピリチュアルな実践を通じて自己成長を促進することができます。これにより、内なるバランスを保ち、ツインレイとの再会に向けた準備が整います。スピリチュアルな実践が内なる平和とバランスを保つための助けとなります。サイレント期間を乗り越えるための実践的な方法。サイレント期間を乗り越えるための具体的な方法をいくつか紹介します。これらの方法は、ツインレイの旅をよりスムーズに進めるための助けとなります。瞑想とマインドフルネス。日常的な瞑想の実践。瞑想は心を鎮め、内なる平和を見つけるための効果的な方法です。毎日数分間の瞑想を行うことで、内なるバランスを保つことができます。瞑想を通じて、内なる平和とバランスを取り戻すことができます。マインドフルネスの実践。マインドフルネスは、現在の瞬間に意識を集中させる技術です。これにより、過去の出来事や未来の不安にとらわれず、今この瞬間を大切にすることができます。マインドフルネスを実践することで、内なる平和とバランスを保つことができます。エネルギーワーク。チャクラのバランス。エネルギーワークを通じて、チャクラのバランスを整えることが重要です。これにより、エネルギーの流れがスムーズになり、
内なる調和が保たれます。チャクラのバランスを整えることで、内なる平和とバランスを取り戻すことができます。ヒーリングセッション。プロフェッショナルなヒーラーやエネルギーワーカーのセッションを受けることで、エネルギーの浄化とバランスを図ることができます。ヒーリングセッションを受けることで、内なる平和とバランスを保つことができます。支援ネットワークの活用。サポートグループへの参加。同じような経験をしている人々とのつながりを持つことは、心の支えになります。サポートグループに参加することで、共感や理解を得ることができます。サポートグループを通じて、内なる平和とバランスを保つことができます。専門家のサポート、カウンセラーやセラピストの助けを借りることも有益です。専門家のサポートを受けることで、感情の整理や解決策を見つける手助けとなります。専門家のサポートを受けることで、内なる平和とバランスを保つことができます。他の異性との関係をポジティブに保つ方法。サイレント期間中に他の異性との関係をポジティブに保つためには、いくつかのポイントに注意することが重要です。これらのポイントを守ることで、他の異性との関係を健全に保つことができます。透明性と誠実さ。正直なコミュニケーション。他の異性との関係において、正直なコミュニケーションを心がけることが重要です。自分の感情や状況を率直に伝えることで、誤解や摩擦を防ぐことができます。正直なコミュニケーションを通じて、関係を健全に保つことができます。期待の共有。他の異性との関係において、期待や限界を明確にすることが大切です。相手に対して自分がどのような立場にいるのかを理解してもらうことで、関係を円滑に保つことができます。期待の共有を通じて、関係を健全に保つことができます。境界線の設定。健全な境界線。他の異性との関係において、健全な境界線を設定することが重要です。自分の価値観や感情を尊重し、無理のない関係を築くことを心がけましょう。健全な境界線を設定することで、自己保護と内なるバランスを保つことができます。時間とエネルギーの管理。他の異性との関係において、時間とエネルギーの管理が大切です。自分自身の成長とバランスを保つために、適切な時間とエネルギーを使うようにしましょう。時間とエネルギーの管理を通じて、関係を健全に保つことができます。まとめ、ツインレイのサイレント期間と他の異性との関係は、ツインレイの旅において重要な要素です。この期間を通じて、自己成長や内省が促され、最終的にはツインレイとの再会に向けた準備が整います。他の異性との関係をポジティブに保ち、サイレント期間を有意義なものにするためには、透明性と誠実さ、健全な境界線の設定が鍵となります。この動画があなたのツインレイの旅に少しでも役立てば幸いです。もし、この動画が気に入ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。また、ツインレイについての質問や経験があれば、コメント欄でシェアしてくださいね。次回の動画もお楽しみに。ツインレイルームでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。